こんにちは、みえこです。今日は夏の間にぜひご紹介しておきたかったお花のポーチをご紹介します。簡単に作れるのでぜひ作ってほしいです。中ポケット2つつけましたよ。では作ります。まずこのように 10cm×10 センチの布を用意します。そしてこの布を折ります。針で留めたら手縫いで縫いますよ。糸の長さをずっと長くしてですね、50センチぐらいにしてほしいんですよ。それからこのように大きな運針で縫います。順番に全部の布を縫います。糸切らないでこのまま全部の布をこのように40センチぐらいにします。そして7ミリの縫い代をつけてカットします。まだ糸切りませんよ。次にキルト綿に17センチの円を描きます。そして用意するのはキルト綿2つ、表布が2つ、裏布が2つ、そしてポケット用に2枚、全部同じ大きさです。表布とキルト綿を接着します。そして刺繍します。自由に縫ってくださいね。もちろんミシンで縫っても OK ですよ。表布2つ刺繍が完成しました。裏はこんな感じですよ。両方ね。そしたらこのようにキルト綿がずれているところをカットします。次にこのように3箇所の円の端に印をつけてひだを取ります。約1センチのひだを取ります。そしてミシンで簡単に留めます。裏布も同じようにひだを取ります。次にポケットを作ります。半分に折って布の端をステッチしました。中央をこのように針で留めておくと後から縫いやすいですよ。はい、それでは先ほど作った花びらをこの表布にセットします。
バランスよくこの花びらを留めます。そしてミシンで縫います。糸はこの時点で切ります。ではミシンで縫います。7ミリぐらいの縫い代で縫うといいですよ。このようにできたら、今度はポケットを下の中央の部分から留めて、次に裏布を重ねて返し口を開けてミシンで周囲を縫います。縫う時は先ほど縫った縫い線の内側を縫うようにするといいですよ。返し口を開けてくださいね。縫い終えたら表に返して返し口を手縫いで閉じました。花びらの外側の部分にしっかりと縫い留めます。次に反対側の表も同じように縫います。ひだの部分を合わせるように縫うと縫いやすいですよ。返し口を開けてくださいね。縫い終えたらこの丸みのところを少しカットしておくと返しやすいです。花びらがついたところは布が厚くすぎてこのカットできなかったので入れませんでした。表に返して返し口を閉じます。そして返し口閉じた後にですね、裏布を押さえるように縫ってほしいんです。そうすると使いやすくなりますよ。
このように一針ずつですが、ポケットのない部分だけ縫うときれいにできますよ。表に糸が出ないように縫ってくださいね。花びらついた表にも縫ってくださいね。そしたらこの2つを手縫いで縫います。花びらのつけているところと緑色の布の端をこのように縫います。ポケットの布がある部分だけ縫うと使いやすいです。はい、こんな感じにね。そしたらポケットの布をひだこのように寄せておくと使いやすくなるので、簡単に刺繍糸で縫いました。紐を作ります。リボンを使いました。このように D カンというんでしょうか、このつなげることのできる金具ですね。これをつけました。リボンの端をこのように折ってミシンで縫いました。できたものがこれですよ。そしてこれを折ってこのポーチの入れ口に縫いました。ファスナーをつけたいときは20センチのファスナーをつけるとちょうどいい大きさです。はい、このように縫ったらここにマグネットホックをつけました。あれ、滑りました。はい、手縫いでしっかり縫いましたよ。完成しました。カバンの持ち手の紐にこれをかけておくとカバンの中が可愛くなりますよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。